ウドとかってまだ出ない。ウドはちょっと。本当にいけるこれ。それじゃないの、その公開してんの違う。こんにちは、How to Walk Japan です。前回の八黒温泉の評判が良かったので、似たところがないかと探してみたところ、一つ見つけてしまいました。しかも宿泊を予定していた横向き温泉の近くのお湯を楽しみながら向かいましょう。今回は愛犬のモコも一緒です。福島県の東スカイライン入り口に向かっています。私のベスト温泉滝川屋さんに向かうためですが、その前後に良さげなところに寄っていきます。白いけど桃と思われるが、リンゴかな、桃かな。まあ今花が咲いてるってことは食えないってことだな。そりゃそうだ。フルーツラインです。すごい桜じゃない。フルーツラインから曲がっちゃったよもう。もう入ったの？うんフルーツラインじゃないの？あ、違った。失礼しました。あ、でも通ったことあるね、この道ね。これそうフルーツラインに戻ってきたんじゃないかな。最初はじゃらん満足度ランキング2024年ナンバーワンの高湯温泉に向かいます。7軒の宿53の浴槽すべてが源泉かけ流しという高湯温泉。1607年開湯以来、登場主目的とした運営を徹底されているようです。3日一回り3回り10日という入浴法も伝来されていて、杖をついてきた人が帰りには杖を忘れていったなんていうエピソードもあるほどだとか。エメラルドグリーンの美しいお湯に浸かるのが楽しみです。およそ300メートル先、目的地です。そこか。ああこれだな。いっぱいなのかもな。今なら2台空いてた。どこ下？今んとこ。あそ目的地に到着しう。ます。違う左だ。お疲れ様。これだ。あ止めないんじゃん。卵湯の名前は温泉に入ると肌が卵のように滑らかになることと、匂いがゆで卵に似ていることから由来しているそうです。この美しい露天風呂に浸かりたい。すいません。待って。日帰り入浴ってまだやってます？まで受けして、はい。7時半まで受付でして、あじゃあもう完全体感となってしまいますので、あはいどうもありがとうございまし今た。あそうですか。岩手を出発するのが遅すぎました。タッチの差で入れませんでした。しかし高湯温泉のお湯はここだけではありません。あったかいよ。あ、じゃあ総合案内所。おお、薬師。いや多分日帰りやってないんじゃないかと思うんだよな。この写真のお風呂に入りたかったんです。素晴らしい景色じゃないですか。4月下旬まで工事で日帰り入浴を停止していますが、今日はどうでしょうか。ここ？始めますとかいうふうに書いてあったから。あ、すごいな。そうなんだやってんだ。明日とかならもしかしたら入れるのかも。すいません日帰り入浴って今日以外だといつやってらっしゃるんですか？すいません。風呂の工事が終わったら再開する予定なので。じゃあまだなんですね。そうですね。もしかしたら7月くらいまでかかってしまうかも。そうです。わかりました。ありがとうございます。どうも。はい。7月か。7月までダメだと。いやいい感じだなここ。いつものごとく2連敗です。仕方なく観光案内所へ行ってみます。なんとここも案内所兼温泉になってました。温泉なのかこれ。とりあえずここでお湯に浸かるか。しかし何かも足りないような。すると道の向かい側に看板を発見。警備員さんに聞くと日帰りをやってると思うそうで、確信はないとのこと。妻は心配そうでしたが行ってみることにしました。本当に行けんの？本当に行けるこれ？いけるんじゃねえか。宿泊のお客様と登山のお客様以外は立ち入り禁止って書いてあったけど、
まあ入浴がダメだよダメでできるのかな。上から来たらアウトだけど。アウトだな。あ、もうここで終わりか。うん。うわでもこう。いやーどこ？どれ？どれ？まだか。まだか？嘘。わかんない。わかんない。えーあ、そっちだ。あ、そうか。あ、かっこいいな。わ、すごい。ね。もしかして左ないかうな。ん、ないかもね。まあなかったらなかったで。なかったらなかったです。うんしょうがない。絶対ないな。でもね、なんか入ったっていう人の日帰りで入ったっていう人の見つ、あ、そう？投稿があったよ。じゃあ待ってます。すごい趣のあるところだね。オーナーさんにお伺いすると日帰り OK との答え、飛び上がって喜びました。いい感じだな。温泉マニアの方々の中ではちょっと名の通った場所だったようで、後でお風呂を見てびっくりすることになります。ロッジ風の建物は時代を感じさせますが、存在感抜群ですね。あいた。お邪魔します。初めて。ごめんなさい、お待たせしました。あ、はいはい。お一人500円なんです。はい。じゃあ最後に。アットホームな感じのロビーで料金を支払い、階段を上ってお風呂をいただきます。上がってくる。階段は思ったより長く、上の建物まで続いています。この長さが雰囲気があって私は大好きでした。まだあるともう一個あるんだ。いやいやいや。軽く息切れするくらい登ってお風呂に到着です。よいしょ。酸性硫化水素によってわかんないな。よいしょ。綺麗なお湯だな。はい、もう見たの。綺麗な湯だね。え？綺麗なお湯。もう見たの？うん。早っ。ぬるめのお湯はいつまででも使ってられます。シンプルでぬくもりのある浴槽の作りもいいですね。2連敗の後にとびっきりいいお湯に出会いました。あったか。よいしょ。あれ？いやー、なんかよそより全然良かった。失礼。常連さんたちは普通に1時間くらいは使っているようですね。私たちが20分くらいで出てきたらオーナーさんがびっくりしてました。滝川屋さんのチェックインがなければ我々も1時間ぐらい使っていたかった。お滑る。びっくりしたわ。なんで撮ってんのよ。滑るかもしれない。滑る前提でしょ。自分。すごいでしょ、パイプ。あ、本当だ。黒いのが足立屋さん。これも明日にもあるんですよ、これ。あ、そうなんだ。これが東屋さん。源泉はじゃああっちにあるんですね。そうですね。うちのお風呂場のあ両脇。足立屋さん、東屋さんからあ。他の東屋さんもらってるんですよ。あーうちはお湯持ってるんだけど、浴槽2つ分ぐらい。お湯の量は少ないから、うちは毎度60リッターぐらいだから。じゃあ一番フレッシュな。でも、フレッシュだけど、うちは他と違って源泉が粘土状なんですよ。粘土状。うん他と違ってね。だから結構管理が大変なの。だからちょっととろみあるでしょ。だから結構ね、硫黄泉でも肌にみんな優しいって言って。ああ、そうかもしれない。色がすごい綺麗だな。ね、色が綺麗。
そうですね。うんでも一番大変なのはこれから梅雨時。ええあと今年も4月の上旬はお風呂入れなかった。あ、そうなんですもう雪がもう半端じゃなかった。ああ、やっぱり。でもうこれ自然なものだからボーリングしたわけじゃないから。あ、そうなんですそうですよ。うちはねもう岩盤でそこからお湯がバーン出て、それを木で囲ってパイプで持ちて。えだからこれだけ雪があると、んもう3月末頃から一気に気温が上がって4月の初めあ雪が一気に溶け出したでしょ。そういう溶けた水がこう回ってやっぱり入っちゃうんだよね。あ、なるほどね。だから温度が内側大体 40.5 度から42度ぐらいの間、もう36度ぐらいになって最悪だった。泊まりのお客さんがもう結構飛行機からとかさやっぱそうなんだ。自然相手のことですから大変ですね。ご主人のご苦労を察してあまりあります。常連のお客さんは大体こういいやいいやって来る。あ初めてのお客さんはもうこっちから断ったの。あ、なるほどね。やっぱりせっかく来てって言われて。まあしょうがないですよね、それだけはね。気をつけて。あ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。あ、涼しい。なんだかすごく得をした気分です。いいお湯に入れました。やっぱ今年雪多いとこは多いんだよね。多いんだろうな。うちは少なかったけどさ、足湯に入ってるあんなところに足湯があるんだ。だからみんな止めてどこ行くんだろうと思ってたら、あんなとこに足湯がある。よいしょ。いいお湯でした。おじちゃん、おいちゃん、おいちゃん。どうも。どうも。さっきのおいちゃんじゃないかな。こっちがさっきのおじちゃん。違うな。どれだかわかんない。みんな似てるのかもしれない。あの人どうもって言われてびっくりしたんじゃないかな。ちょっと。お疲れ様でした。あ、脱水しちゃった。あった。とにかく私の一番のお気に入りです。お風呂はぬるめでゆっくり浸かれるタイプ。ご飯がとびっきり美味しい。食材がなくなるまで箸が止まらない。そして60部屋もあるこの宿を2人で貸し切り状態。この旅館貸し切りって2人で貸し切りってすごいね。滝川屋から山を降りて行きたかった土湯温泉に向かっています。福島駅より約 16km の距離にある土湯温泉。会津街道の宿場としての役割を兼ねた温泉郷として1400年以上の歴史を誇ります。伝説では西暦587年聖徳太子の使者がここで病を癒したとか。温泉街っぽいな。行くのはさ、この一番奥だから。そう、私が目指しているのは奥土湯温泉。この温泉街の一番奥です。いいね、この辺なんかね、でっかいこけしね、ちょっと歩きたいね。まんじゅうどら焼き、まんじゅうどら焼き、いけるいけるんじゃないんだ。いや違う、右だな。俺ももうちょっと広いんだと思ってたよ、道。ほら、川上旅館。うわ、こんぴら様。テカテカしてたよ。なあ、黒光ってたな。さっきじゃなくて。はしたない。何が。ほら、出た。違うな。まだだな。このとこもあるんだ。いやー、びっくり。日帰りお客様駐車場。すごいね。しだれ桜がなあ。日帰り浴のお客様。車は第2、第3か。
止めください。度重なる災害を乗り越えて営業を続けているお宿。そうか。ホームページにも400年も続けてきたなりわいを絶やすわけにはいかないと記されています。温泉業界の厳しさをひしひしと感じますね。じゃあロックス風呂教えてね。3メーター、そんなに深いの？縦10メートル、横4メートル、一番深いところで 1.2 メートル、総雨量約30トンの温泉風呂。源泉温度 57.2 から 60.2 度と非常に熱い温泉です。湯船は暑かったけど何度なんだろう。子供も入れるように浅いところもあり、本当にプールのよう。熱い湯に浸かって体が引き締まったようでした。よかった。本当はここに来たのは半洞窟風呂に入りたかったのが理由なんですが、毎日のローテーションで今日は女性しか入れません。入りたかったな。職人が1年半かけて手掘りしたという露天風呂。奥行き6メートル、深さ 0.85 メートル、総湯量 21.5 トン。入りたかったな。他に内風呂もあり、多様なニーズに応えられるように工夫されてらっしゃるようです。カヤックやトレッキングなどの体験プランがあったり、ワーケーションも可能なようです。400年も存続するにはやはり並大抵のことでは達成できないんでしょうね。暑かったな。滝川屋と同じような価格で入ったらさ、びっくりしちゃったよ。やっぱ暑いのは暑いのでいいね。まだ土だね。ここからビニールハウス温泉まで1時間ちょっと、桧原湖を一周するように走ります。やっぱ人がやってんじゃないの？街道沿いに露店の八百屋が並んでいるところがありました。昨日の山菜が美味しかったので、なんだかたくさん買ってしまいました。やっぱりこうなっちゃうね。磐梯山の噴火でできた裏磐梯最大の湖で、湖岸周約31キロ、最大水深31メートル。ウォータースポーツやワカサギ釣り、観光など多彩な楽しみ方ができるようになってます。すごい。この前来た時はここさ、スピードボードってモーターボードの速いやつ、あれにお客さん乗っけて走るやつやってて、今のキャンプ場のとこもなんかあったもんね、シートをかけてボート。観光バスで来てさ、みんなそれに乗り込んでダーって出てってさ、今釣りだね。釣りのボートセブンイレブンにもさ、あったね。釣りの道具売ってたもんね。ああ、渓流のあれはちゃんと券を買ってくださいって書いてある。本当広いね。こんなでかいんだな。ね、すごい広い。ね、ボートって立つと転覆するっていうあれがあるけど、あれは手漕ぎボートの話なのね。いやでもああいうふうにやる人はちゃんとこう立ってられる体幹がある人なんじゃないの？あれだって倒れたらだってダメだもんな。いくらボートのやつだって波がないしさ。俺とお前なんかが行ったら立ったら危ないかもしれない。綺麗。天気だったらもっと綺麗だろう。ワカサギ釣りが有名なんだワカサギの殻、ね、山椒ラーメン。そしてこれね、山椒ラーメン。すごいいっぱい書いてある。右方向。蛇の目飯。これもすごいな、なんかうまそうなそば屋だな。600メートルで到着だったよ。地元の若者4名で温泉を掘り、地元の方のコミュニケーションの場として提供している温泉。みんなの知恵が集まるところにしたいという思いより桧原宿と名付けたらしい。他の人の投稿によれば、お湯は浴槽内から投入されていて、おそらく自然湧出。温度は41度程度とぬるめ、仲間が集まって飲み明かせるような場所だという。通り抜けてきますね。雪だけどやってんのかな。
ああ、そうだね。どうだろうね。通り抜けできないのは分かってるけど、どこにある？目的地は右側です。それだ、崩壊してる。え？それじゃないの？その崩壊してるの違う？そうかな。ああ、今年は雪が多かったと皆さんおっしゃってました。雪の重みで倒壊したんでしょうか。 U ターンできる？左側は完全に潰れてました。温泉の供給も停止しています。近くに誰もおらず状況を聞くこともできませんでした。やはり温泉を維持するのは大変なんですね。復活をお祈りしてこの場を離れます。今回の会津の旅はまだ半ばです。しっかりしてる作りだ。ワカサギ釣りの小屋。誰か住んでんじゃないの？八黒温泉を紹介した時に視聴者さんから金木町もいいですよと投稿いただいたので、明日はそちらに行ってみようと思ってます。あ、本当もういいの？うん。うん。失礼失礼。すげえ。あ、でもまあまうん。こっちの水も綺麗だよね。あ、やっぱりこあっち。電車が見えるんじゃないんだ。うん。只見橋。うん。すごいね。うん。なんか通んないかな。なんでもいいから。車でも？なんか通った方がいいだろう。